学院の収容児童の主なるものは、頭壁を第一として、不老壁、浪費壁、放火壁、虚言壁、乱暴者、怠け者等でありまして、定員は204名であります。それに教職員その他を合わせると約300名の人がこの、4万坪余りの広い中に一部落を建設して一小社会を営んでいるわけであります。つまり家庭、学校、社会の三位一体というわけであります。で、家庭は16家庭に分かれておりまして、家庭の指導及び監督は教師並びに保母がこれに当たっておりまして、これは夫婦制を原則としておりますが、女の家庭では保母が単独でこれに当たっております。で、保母のことをお母さんと呼ばせております。そこで学院児童は朝5時、季節によって多少の変動はありますが、この塔の父の鐘、母子の鐘によって起床することになっております。寝床の整理は無論のこと、寝小便した者は直ちにその後始末にかかり、この寝小便はこういう児童の特筆と言っていいぐらいのもので、昨年1年間の統計を見ますと、全学院児童の寝小便回数は実に2315という数になっております。実にどうも始末に負えないもんです。炊事は炊事当番があって、児童が交代でこれに当たっております。なかなか料理法は心得たもので、新婚早々の奥様など裸足でシャップを脱ぐでしょう。冷水摩擦、ラジオ体操、これは各家庭それぞれにやっております。次に家庭内外および分担区域の掃除、これはこの種児童は衛生清潔の関連に欠けておりますから厳重にやらせております。で、それが終わって各家庭の霊堂の前に集まって朝の礼拝、霊堂には各家庭の祖先の霊が祀ってあります。食後子供たちは列を正し、各保母に伴われて中央の講堂に集まって法安殿の礼拝、聖座、訓話、最後に聖子または収容訓を採取するのであります。聖子、我々は天地の大きな力と温かい恵みとによってこの世界に生まれました。我々は父母の深い慈しみと多くの苦しみとによって今日この体を持っております。我々は万世変わりなき聖天使の御手に育まれ、大きな誇りと尊い使命とをもって日々大きくなりつつあります。我々は軽い福祉強い心を持って家のため国のために役立つ人にならなくてはなりません。それが終わって学科が始まります。学年は能力によって適当な学年に転入させることにしております。ですから15歳の児童が尋常3年であったりすることがあります。いろいろな児童がありまして、算術の時間だけはきっと頭が痛いなどと言い出すものがあります。学科は午前中4時間になっておりまして、こんにちは。午後昼食後は実家作業の教育になっております。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。ここでできる農作物は、自給自足とまではいきませんが、大体において各家庭の食卓を賑わしております。四季それぞれの野菜もの、かぼちゃなどはとってもうまいものをこさえますよ。
大して大きなものはできませんが、机、本箱、そばな程度のものは結構作ります。時々参観に見えて注文して帰られる方もあります。初めは果物の袋でミシンの操作を習って、だんだん小学校服、青年団服、背広から婦人服、中にはモーニングまで答える子もおります。方々から作業服などの注文もありますよ。僕のこの服もここで答えてくれたんです。これら作業は各児童の能力と希望によって実習させ、将来を考えてやってるわけです。そこでこの学院を取り巻く兵垣根の類は一つもありませんし、未だかつてこの門も閉めたこともありません。これはこれら児童を少しも束縛することなく、できるだけ明るい気持ちにさせてやりたいからなんです。大体、これで一通り説明ご案内したと思います。知能が普通か。知覚機能聴力右4度左6度、記憶力7か。また新入生をお願いしたいのですが。あ、そうですか。相当に手強いですよ。とても面白い機会がたくさんあったわ。まるで科学博覧会行ったようだったわ。そうかい。ここなかなか面白そうなとこだわね。これからここで先生方の言うことをよく聞かなっちゃダメだよ。私夜遊び行けなかったわね。夜遊びはいけなかったね。だってお父さんもお仕事忙しがって帰ったり帰らなかったり、私つまんなかったんですもの。お小遣いも少し使いすぎたよ。そうかしら。でもお父さんのガム打ち開けたのはいけなかったわね。あれはいけなかったよ。あれはいけなかったよ。だってお父さんもこの頃急にケチになったんですもの。いや、お待たせしました。この方の家庭に民子さんを預かっていただくことにしました。ほぼの夏村さんです。こちらは坂田と申します。これが娘の民子です。どうぞよろしくお願いいたします。お預かりいたします。じゃあとりあえず家庭の方へ。さあ、民子さんどうぞ。お父さんも送ってくださらなくてもいいわ。早く帰ってお仕事なさい。どうぞよろしくお願いいたします。どうも全てがあの調子ですから。ところで娘さんは確かにお預かりしましたが、これで厄介払いしたような気になって安心なすっては困りますよ。それはもうお忙しでしょうが、絶えず娘さんを訪ねたい。どしどし手紙を出していただかないと。それはおっしゃるまでもなく。そうしてやってください。それが子供たちには一番薬です。何よりも薬です。ことに民子さんにはお母さんがないのですから、あんたがそれをしてやってくれんことに。わかりましたね。おかえりなさい。さあいらっしゃい。いらっしゃいませ。こんにちは。お母さん、みっちゃん
ゃんったら私が洗濯して干しといた簡単服着ちゃったの。どうしても返してくれないの。みっちゃん、みっちゃん。どうして人のもの黙って着るの？自分のは？まだ乾かないんです。乾かないの当たり前よ。よく絞らないんですもの。さあ、人の中着るんじゃないの。早く脱いでお返しなさい。早くお返しなさい。洗って返してよ。洗わなくたって今来たばかりなんでしょ。さあ、直ちゃんも我慢してあげなさい。私嫌だわ。みっちゃんお風呂入って石鹸使ったことないんですもの。洗ってきてやるわな。さあ、民子さん、今日からここがあなたのお家ですよ。ここには12人の女の子がいて、それがみんなあなたの兄弟なんですよ。まあ、12人も？それから私がお母さん。まあ、お母さん？あら嫌だ。こんな若いお母さんおかしいわ。お姉さんぐらいかしら。お姉さんでもいいわ。今までは民子さんのお家じゃ女中さんが大勢いたでしょうし、それに何でもしてくれたでしょうけど、ここでは自分のことは一切自分でしなきゃいけませんよ。もしできないことがあったら、このお母さんが、お姉さんが何でも手伝ってあげますよ。自分のこと一切言って？何するんですの？お布団を敷くのも畳むのも、それからお部屋のお掃除もお洗濯も、お炊事当番の時はお炊事もするのよ。まあ、驚いた。私とてもそんなことできないわ。お母さん、お母さん。なおちゃんとみっちゃん喧嘩してますよ。まあ、また喧嘩始めたの？さあ、危ないからこっちへ来ちゃう。みっちゃん、なおちゃん、こっちへ来ちゃう。危ないからいらっしゃいよ。言うこと聞かないでな。ほらほら、みっちゃん、危ないんですよ。なおちゃん、危ないんですよ、そんなことしたら。ほら、早くいらっしゃい。ダメですよ、こっちへ来なきゃいけない。澄んだ青空に竹で軽く入ったような、または真綿を薄く引き伸ばしたような白い雲の出るのを巻雲と言います。ごく細かい氷の粒の集まったもので、雲の中でも一番高く8000メートルから1万2000メートルの高さに浮かんでいます。どこまでも細やかですっきりした感じの雲です。天女の軽い前の袖を思わせるような雲です。さあ、ここまで読める人は？先生、私もう小学校は卒業して女学校行ってたんです。それで？ですから今さら小学校の勉強なんかしたくありません。先生、民子さんとお母さんに言うことは何一つ聞かないし、お布団の上げ下ろしもお掃除もしないし、夕べも今朝もご飯食べないんですよ。そうかい。来たてはみんなもそうだったね。おい、あんまり水を粗末にするなよ。それと怒られるぞ。粗末になんかしやしない。お腹が空いてるから飲むんじゃないの。ずいぶん飲むんだな。おい、あんまり飲むのよせよ。こう水がなくて弱ってんだぞ。じゃあ、何ですか？もういいんです。お茶。
民ちゃんが帰っちゃったっていう電話だったから、私とても心配しちゃったのよ。どうして学校帰っちゃったの？小学校なんかバカバカしくって。だってお腹が減って勉強なんかできやしないわ。だからみんなと一緒に食べればいいのに。民ちゃんの分ちゃんと支度がしてあるのよ。さあ、早くご飯お上がんなさい。あら。まあ、善ちゃんは。あのね、どうもすいません。善ちゃんも学校すっぽかして帰っちゃったんですってね。お母さん心配して探してたわよ。すいません。あのねって善ちゃんはいつもごまかすのうまいんだから。ごまかしはしないよ。何あのねって。その子はね、ご飯取ってきてくれって言うから取りに来てやったんだよ。まあ。私取ってこいなんて言いやしないわよ。だって俺、取りに来ちゃったじゃねえか。あんたは勝手に取ってきてやるって駆け出したんじゃないの。駆け出してさ、お前が早く取ってこいって言ったからさ。嘘つき。何？そう。善ちゃん、いけませんよ。さあ帰るんですよ。さあ民ちゃん早くご飯お上がんなさい。善ちゃん、いけません。善ちゃんはこの頃とてもいい子になったとお母さん喜んでいたの。ね、この頃の善ちゃんいい子になったはずでしょ。とにかくいい子になったのに昔の善ちゃんに後戻りしちゃダメじゃない。昔の善ちゃんどんな子だったか覚えてる？嘘は言うし、つまみ食いはするし、喧嘩はするし、それから何だったっけな。残で外出はするし、おせっかいはするし、それがこの頃はだんだん治ってきてお母さんの言うことを聞くようになったし、時々はお掃除もするし、お風呂の水汲みだって手伝うようになったし、お手紙だって書くようになったし、お布団は敷くし、寝小便は今朝しちゃった。でも自分の布団ちゃんと干したわね。お母さんとこ手紙書こうかな。手紙書く？そりゃいいわ。お母さんきっと喜ぶわよ。なんて書くかな。いい子になったから見に来てくださいって。さあ早く書いて書いて。ただいま。丁寧に書くんですよ。書いたらお見せなさい。ただいま。おい、手紙書くんだら静かにしろよ。ただいま。見るなよ。お母さん、みんなが邪魔しますよ。すぐお母さんお母さん。何？ただいま。お母さん、善ちゃんはいけないんだよ。すぐお母さんお母さん。さあさあ、お炊事の方は早くお炊事の支度しなさいよ。善ちゃん、手紙書いちゃいなさいね。ただいま。ただいま。ただいま。うるせえな。次、信一。今日一日を反省してみて。僕、今日、作業場から抜け出して、昼寝しちゃいました。お前、昨日も昼寝したっけね。もうしない約束じゃなかったか。お前の短所は？つまみ食いすること、怠けること、二小便すること。長所は？ミシン上手なこと。
返事が活発なこと。せっかく上手な飯も怠けると下手になるぞ。分かったね。はい、わかりました。次、よしお、今日は十家庭の今度入った女の子がご飯取ってこいって言ったから、僕十家庭行ってご飯食べちゃった。それでそしたらおばさんが僕のこと引っ叩いたから、僕がおばさんの手を噛みついたんです。おばさんが引っ叩いた？そんなことはないだろう。お前の短所は何だったかね？嘘をつくこと、喧嘩すること、勉強の嫌いなこと、盗み食いすること、それから無断外出すること、おせっかいすること、それから噛みつくこと。それで本当にご飯取ってこいって言われたのかい？忘れちゃった。それでおばさん本当に引っ叩いたのかい？あのおばさんとても。おばさん、よっちゃんに噛みつかれて手から血が出たのよ。すいません。すいませんっていう。お前本当に悪いということが分かったのか？悪いということが分かったら謝りに行こう。どうだい、行くかい？そうそう、お前今日手紙書いたってね。あれは出してやるよ。お母さんきっと来てくれますよ。さあ謝りに行ってらっしゃいね。先生、一体何て謝りゃいいんですか？なんて言って台所へ忍び込んだり手に噛みついたりしたことを謝るのさ。じゃあ他のものは自習して、さあよしお行こう。かやちゃんのだな。あらみっちゃんのだわ。しようがないわね、いくら言っても汚れっぱなしで丸め込んだりして。あら、タミちゃん今日もまた学校帰ってきたの？帰ってきたんじゃないの。行かなかったの。学校なんか行く必要ないですもの。私でどうしたの？靴誰かに取られちゃったんですもん。まあ、取られた？だから私も代わり誰かの履いてきてやろうかと思ったんだけど、みんな汚くて履けるようなのなかったわ。じゃあタミちゃんの靴が見つかるまで私には履いてるといいわ。じゃあ持ってきてあげるから待ってらっしゃいね。あらあら、タミちゃん、タミちゃん。そんな汚れたりしてお座敷余ったりしてダメじゃないの？次やろうか。まあ君ある。そんなもの捨てちゃいなさいよ。あんた何家庭4家庭。なんて名前？正雄だよ。なぜ学校帰ってきたの？当ててみましょうか。
祭日の時間だったんでしょ。つんぼ。ああ、ハンモックが欲しいな。タミちゃん、タミちゃん。誰のお母さんだ。あ、肩ました。あ、俺のお母さんだ。なんだ。ちょっとお尋ねしますけど、四家庭はどちらでしょうか。あそこだよ。宮崎正夫という子おりますでしょうか。宮崎正夫。ああ、正坊か。おーい、正坊。おっかさんが来たぞー。おーい、正坊。おっかさんが来たぞー。正坊。おっかさんが来たよー。正坊。おっかさんが来たよー。正夫ちゃんのお母さんが来たんですって。ただいま。なおちゃん、まさちゃんなら裏山の木の下でタミちゃんと寝てたわよ。早く行って教えてきてあげなさい。はい。なおちゃんをついでに行ってタミちゃんにご飯だから早く帰るように言ってね。ただいま。さあどうぞお上がりください。ねえよろしいでございませんか。どうぞ。まさちゃん裏山の木の下で寝てんですって。誰かまさちゃん裏山行って呼んできてちょうだいな。さあどうぞどうぞお上がりください。どうぞ。まーちゃん、まーちゃん、呼んでるわよ。まーちゃん。おい、まさこ、お母さんが来たぞ。早く来いよ。寝ぼけてやがら。おい、みんな、担いでいっちゃおう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あら、お母さんの下駄だわ。まあ驚いた。私が履いてきたっていうの？あんたが履いてこなきゃ誰が履いてきたの？知らないわよ。私裸足できたのよ。そう？じゃあ持って帰るわ。お母さん、タミちゃんいくら帰れ帰れっても帰らないんですよ。もうお母さんが履いてってたの。あら、ずいぶんずうずしいわタミちゃん。それ私が貸してあげたのよ。あら、だってタミちゃん裸足で来たって言ってたわよ。タミちゃん今日靴を取られてなくしたって言うから私貸してあげたのよ。早く持ってってあげなさいね。誰か言ってよ。じゃあ今度浜ちゃん行ってきてよ。はい。一緒に連れて帰ってきてね。はい。正夫、何してんだ。早くこっち来ないか。正夫ちゃん早くお母さんにご挨拶しなさい。お母さんいらっしゃい。この頃は大変良くなったんですよ。まあ何から何までお世話になって本当に先生やお母様のおかげでございます。正夫、ここへおいで。正夫ちゃん早くお母さんのそばいらっしゃい。
これはな、お母さんの大切な髪の毛なんだよ。これからはいつも身につけといておくれよ。お前が勉強してる時も働いている時も寝る時もお母さんはいつもお前についてるんだよ。一緒なんだよ。お前がいいことをしたらお母さんは喜ぶし、悪いことをしたらお母さんは泣くんだよ。分かったね。正雄ちゃん、それ一時も話しちゃいけませんよ。忘れちゃダメですよ。お父さんもな、この頃じゃお酒も飲まずに仕事も一生懸命になったし、お前のことを毎朝神様にお参りしてるんだよ。今度の高級にはお父さんも来てくれるからね。だから早くいい子になるんだよ。ね、分かったね。おい、昨日お母さんからおめえの何もらった？何だっていいじゃないか。なんだよそら、なんだっていいじゃないか。なんだよ見せろよ。見せないよ。見せたっていいじゃないか。見せないよ。なんだよ、そこどけよ、どけよ。ライバル娘にするなよ。手はしないじゃないか。してるじゃないか。喧嘩してんじゃないわよ。ライバル娘なんかしやしないよ。そげなことすんなよ。何？
いたから死んでみろ。見ていてやる。ほら、汽車来たぞ。足出してよな。なんで余計なこと言うね。お母さん、正座の邪魔しますよ。よしお、本当のことを言ってごらん。お前が先に手を出したか、それとも浩二か。きっとこうちゃんが引っ叩くだろうと思ったから僕が先に引っ叩いたんです。そうしてまたこうちゃんの手に噛みついたのね。それはきっとこうちゃんが噛みつくだろうと思ったから僕が先に噛みついたんです。お前はそれでいいことをしたと思ってんのか、悪いことをしたと思ってんのか。それは僕も悪いけどこうちゃんも悪いんです。でもお前先に手を出したり噛みついたりしたんだろ。お前はもう噛みつかないって約束だったじゃないか。すいません。悪いっていうことが分かったら謝ってらっしゃいね。謝りに行くかい。お母さんがこの地図玉を送ってよこしなすった時何とおっしゃったか覚えてるでしょ。昔の浩二さんはこの学院へ入ると同時に死んでしまって、今度退院して世の中へ出る日がお誕生日だってそうおっしゃってたんでしょ。だから早くいい子になってお誕生日を迎えるようにしなきゃダメじゃないのね。こんばんは。今日はどうもお騒がせしまして。いやさあ、よしよ、早く行って謝って。こうちゃん、引っ叩いたり噛みついたりしてごめんよ。すいません。善ちゃんばっかりが悪いんじゃないんでしょ。さあ、こうちゃんも謝らなくちゃ。すいません。たまには一席願えたが、どうも暇がなくてね。いやー、暇どころか体の3つ4つ欲しいよ。よしお、謝ったら帰ろうか。ほら、よしお、さよならしないかい。さよなら。こうちゃんもさよならは。さよなら。じゃあ、お邪魔しました。いずれ今を見て一席願いましょうか。どうやらこの世では暇がなさそうですな。じゃあ、失礼。昨日はね、日ってね、吉尾と八ヶ店の女の子を連れてね、それから陽平と一蔵も僕も言われたけどよしちゃった。どっち行ったどっち。線路をまっすぐ行きましたよ。おい、ここまで来りゃ平気だよ。個人のやつ言いつけやしねえかな。つけたって平気だよ。きっと北の線路逃げたと思うよ。今度の電車から来たんだろう。私お金持ってないわ。なんかなくたって平気さ。あ、先生だ。おい、おい、待て待て、おい待て、待て。男の子のガキ大臣随分不良だな。お母さん本当怒ってやればいいんだわよ。そうよ。お母さん神ちゃんちっとも怒らないもんだから増長するのよ。陰口なんか聞いてないで言いたいことがあったら出てらっしゃいよ。タミちゃん。
ですか？これで何度目だと思う、逃げたのは。そんなに泣きたかったらもっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。おい、きっと孤児のやつがつけたんだぞ。後ではつけちゃう。何言ってるんです？どこ行こうと思ったんだ？お母さんのとこ行こうと思ったんです。お母さん？お母さん九州にいるんじゃないか。歩いていくつもりだったのか？汽車で。汽車で？汽車賃どうする？汽車賃だけど僕、汽車の長男です。お母さんとこ行きたかったら早くいい子にならなくっちゃ。逃げてなんて言ったらお母さんちっとも喜びはしませんよ。この間お母さんから来た手紙があったでしょ。これに何て書いてあった？さあもう一度よく読んでごらんなさい。よく読んで、そして目つぶってお母さんのことを思い出してごらん。長くお便りが来ませんが、あんたは達者でありますか。お母さんも足や胸の痛みが大変良くなりましたから、炭鉱の中で真っ黒になって働いています。あんたも真面目に勉強をして一日も早く良い人間になり、家に帰っておくれ。お母さんは毎日あんたのことが気になって涙なんかかく間もありません。くれぐれも一日も早く良い人になっておくれ。それが第一の頼みです。第2課程オケ2個天秤棒2本以上ありません。第3課程オケ2個天秤棒2本以上ありません。よし、次。第4課程オケ2個天秤棒2本以上ありません。よし、次。次。第6課程竹ぼうき2本熊手2本ゴミ取り1個うち竹ぼうき1本ウィスです。ウィス届けは？出してあります。よし、次。第13課程桑2丁鎌7丁草刈りばさみ2丁うち鎌2丁行方不明です。どうしたんだ？わかりません。紛失届出したのか？出してありません。じゃあ紛失楽器と紛失理由を添えて、すぐ出しとけ。はい。次。第14課程よし、次。渡辺、道具揃ってるか？はい。伸び6丁角切り2丁指切り1丁足金1丁穴打ち2丁穴5丁2丁ありません。よし。次、広瀬、道具揃ってるか？よし。次。ミシン29号ハリボーご所しております。よし。次。よミシン30号異常ありません。し。次、アイロン。アイロン20台異常ありません。よし。次、裁断。臭み5丁立ち包丁2丁立ち飲み2丁物差し5本異常ありません。125センチ。よし、次。32キロ。126.5センチ。よし、だいぶ大きくなったな。34キロ。あった。正雄さんはまだですよ。もうそんなにない29キロ。おい、マサオなんかマサオは。30。マサオ。しょうがないですから。24。あんたたち正雄さん知らないの？ 22キロ。25キロ。28キロ。27キロ。ねお母さん、正雄さんとタミちゃんもうさっき門の方で話してましたよ。え？門の方で？タミちゃん、あんたさっき正雄さんと門のところで会ってたでしょ？正雄さんのいいところ分かってるんでしょ？タミちゃん知ってるんでしょ？あのねお母さん、おしゃべり知ってます。私手紙頼んだんです。まあ手紙を？どこへ出す手紙？お父さんとこ迎えに来てくださいって出したの。こんな狭苦しいとこ、ご飯はまずいしお布団は汚いし一番な子ばっかりだし、その上起きてから寝るまで女中みたいにおいます。こんなとこ私我慢できないの。タミちゃん、何ですか？
何度も聞くわ。どうせ今晩一晩きりだから。さあ、何度もおっしゃってちょうだい。おじさん、上の子が大勢いる学校、この道行けないのかい？お前なんだい？俺そこへ帰りたいんだよ。そうか、そこはまだ遠いぞ。これ乗れ。おじさんが連れて行ってやるから。お前どこしたんだ？郵便出しに行って紙芝居について歩ってたら道が分からなくなっちゃったんだよ。この手紙を読んでおいでになったわけですね。そうです。引き取らせていただきます。そうですか。するとあなたはこの手紙を鵜呑みに信じてるわけですね。子供がしかも普通でない我が娘の書いた手紙を信じてるわけですね。もし本当に信じているとすれば少しバカバカしすぎはしませんか。あなたは何のために娘さんをここへお預けだったんです。そこをよく考えてください。もし娘さんが普通の娘さんだったらあなたはここへ預けなくてもよかったはずです。親のあなたが持て余した娘さんじゃありませんか。この持て余した娘さんの書いた手紙をまともに信じるなんてむしろ滑稽じゃないでしょうか。この学院は楽園でもなければ遊園地でもありません。だからわがままいっぱいに育てたあんたの娘さんの気に入るところでないのは当然です。今さらこの手紙に書いてあることそうであるともないとも弁明も説明もする必要はないでしょう。よくわかりました。親バカは世間にあなたばかりじゃありません。親バカはしかし一つの愛情の風景と見てもいいでしょう。タミちゃん、あなた本当に帰るつもりでいるの？ええ、お父さん迎えに来たんですもの。今度遊び出してね、みんな連れて。ごちそうするわ。お父さん！タミちゃん、タミちゃん、タミちゃん。お父さんのバカ！バカ！お父さんのバカ！タミちゃん、こんなとこで泣いてないで。さあ、家へ帰りましょうよ。タミちゃん。帰らない。あんな汚いうち誰が帰るもんですか。タミちゃん。帰りません。タミちゃん。それで帰ってお堪能させようって言うんですか。月謝を取ってろくなものも食べさせないでお堪能に使おうったって嫌です。
見ていましたよ。私ここ辞めさせていただこうと思います。この仕事が嫌になりましたか？私には保母としてお母さんとしての資格がなくなりました。ただ殴っただけで？ただそれだけのことで？僕はそうは思わない。僕たちは神様じゃない。僕たちは人間として、ここの子供たちをまず普通の人間に作り上げなきゃならないんだ。時には我を忘れて汚い言葉も使いたくなるし、鉄拳も加えたくなる。これは人間として仕方がないんじゃないでしょうか。ついに刑務所に入るような落語者を出しても、この仕事は無駄だとは思いたくないんだ。おいおい、これ切ろう。うん。タミちゃん。ミノルとハローちゃんがね、逃げるんだって。一緒に逃げないか？さあ？うん。嫌だ。俺もやめようかな。俺もやめたーっと。一緒に入れちゃうか。待て。家にもんが全然あるか。あ、先生だ。タミちゃん、本当によく行かないでくれたわね。私嬉しいわ。そうかい。タミちゃんはお前が誘って行くかったがやめたのかい？ええ、だから僕もやめちゃった。そうかい。なんだ、俺のおっかさんだと思ったらまた違う。おーい、のぶち、おっかさんが来たぞー。おい、のぶち、おっかさんが来たぞ。
おい、お土産持ってきたぞ。おい、ノブジン。おい、ノブジン、ノブジン。おーい、ノブジンが逃げたぞー。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 ノブジンが逃げた
何？ノブイチが逃げた？また逃げたのか。いや、どうも。私が来るたんびに逃げ出したりして、あの子はまだ治りませんかね。どうも困りましたな。いや、大して遠くは逃げちゃいませんよ。さあみんな、2人ずつ一組になって探すんだぞ。いいか、2人一組だぞ。バラバラになっていかんぞ。はい。分かったな。そうか、じゃあ行ってこい。さあ。本当にせっかくおいでくださいましたのに。私来ない方が良かったでしょうか。そんなことありませんわ。始終来てくださればそのうちにはいくら生みの母でないからってきっと懐きますわよ。そう思って訪ねてはくるんですけれど、この頃は作業も怠けませんし勉強だって。本当に皆様にはいろいろお世話になりまして、これつまらないもんですけれど家庭の子供さんたちに分けていただいて。まあいつもおいでになるたんびに。これは信一にどうぞお預かりいたします。おい、お母さんが来るとなぜ逃げるんだ。お母さんなんかなんだい。俺のお母さんどうしたかな。どっか行っちゃうか。行っちゃうか。行っちゃおう。山の池で今頃まで何してたんだ。ロブ人と一緒にいました。何をしてたんだ。何もしてません。何にもしてない。あ、石を投げてました。石を投げてた。それでどうした。ロブ人はどっか行こうって言ったんです。それでだからどっか行っちゃおうと思ったんです。どこへ。どっか。どっかってどこだ。わからない。信一、どこ行こうと思ったんだ。知りません。わからないで知らないでどうしたんだ。そしたら鐘が鳴ったんで帰ってきちゃったんです。鐘の音が。鐘の音が聞こえて帰ってきたのか。ええ。そうか。のぶちゃん、お母さんとても寂しそうにして帰ってったわよ。お母さんが訪ねてきてくれるたんびに何だって逃げんの。お母さんはお前が本当に可愛くて訪ねてきてくれるんだぞ。そりゃ今のお母さんはのぶちゃんの本当の母さんじゃないけれど、シャツだって猿股だってお母さん食べるもんも食べないでのぶちゃんがみんなと仲良くしてもらえるようにってみんなにも見合いを持って訪ねてきてくれたのよ。お母さんそんなにまで気を使ってんのにのぶちゃんにはわからないの。わからないのか。分かってるでしょ。ね、分かってるでしょ。分かったら向こうへ行って目をつむってお母さんのことを思い出してごらん。
これお母さんのお土産大切にするんですよ。もう行っていいですか？よし。そうか。金の値で帰ってきたのか。サブちゃん、何ゴソゴソしてんの？何もしていません。たくあんなど食べて。すいません。すいませんじゃありません。夜夜中こんなもん食べたりして。さあ早くおしっこ行って一休みなさいね。よっちゃん、よっちゃん、さああんたも早くおしっこ行ってらっしゃい。出したくないよ。ダメダメ、また漏らすわよ。さあね。サブちゃん、サブちゃん、あんたの布団こっちよ。そうか。どうだい、野口の加減は。大して熱もなさそうですけど、今は静かに休んでますけど。そうか。俺が代わってやるからお前寝たら。ええ、でもねえあなた。疲れたろ、早く寝ろよ。私はいいんです。あなたはまた明日があるんですから。お前だって明日があるんだよ。この仕事は一生続くんだ。一生？一生も二生も続くかもしれないよ。先生。なんだ、また頭が痛くなったのか。少し休んでていいですか？よし。直子は？突然家庭を変えてくれって。どうした？家庭のこと喧嘩でもしたのか。家庭のお母さん、私が嫌いなんです。お母さんがお前を嫌いだ？そんなはずがないがな。だってタミちゃんばっかり可愛がって。そんなバカなはずがないがな。ここへ来るといつでもお母さんお前のことを褒めてて、もう次期退院させてやると言ってるくらいだぞ。そりゃきっと私が邪魔だから早く出してしまうと思ってるんです。そんなバカなことが。ねえ院長先生、お願いですから他の家庭やってくださいよ。ああ、よしよし、よく考えておこう。さあ早く行って勉強しなさい。院長先生、早くお願いしますよ。ああ、よしよし。
その靴、タミちゃん誰がつらいだっていう靴だろう。言ってやろう。言ってやるぞ。やるぞ。なおちゃん。タミちゃんの靴、なおちゃんが履いてたよ。なおちゃんが？あら？私んだわ。私の靴あったわ。ただいま。ねえ、やっぱりタミちゃんの靴だったろ？ずいぶん履かなかったから足がとっても痛いわ。そうか。じゃあその靴を取ったために気がとがめて家庭を変えて欲しかったんだな。悪いことに自分で気がついたらそれでいい。誰も怒りはせん。早く行って仕事をしなさい。院長先生いらっしゃいますか？え、いらっしゃいます。岡本じゃないか。ご無沙汰しました。どうした。立派になったな。休暇だったもんですから。そうか。おそらよく来てくれた。どうかね、勤めの方は。うまくいってるかね。お前は確か食料費を受けてあったな。ええ、おかげさまでこの頃では。そうか。それは何よりだ。家庭行って先生やお母さんに会ったか？ええ、お目にかかってきました。嬉しいだろう。ええ、今夜は一つわしのところでご馳走するかな。せっかくですけど家庭のお母さんが支度してくれるそうですから。そうか。それはその方がいい。久しぶりに家庭のご飯も懐かしいだろう。じゃあこれで学院の中少し歩いてみたいと思いますから。お前には何もかにもみんな懐かしいだろう。じゃあ失礼します。なんでお前まだいたのか。二人で記者のただ乗りして逃げたことあったね。お前相変わらずやるかい？そんなことはやんないさ。俺も出てもいいんだけど。みきこちゃん、
どっかに働く気ないかね。そりゃないことはないだろうけれど。彦ちゃんの今やるとこダメかい？俺使ってくんないかね。うん。裏と表を改めます。さあ、種も仕掛けもありませんよ。えい。さあ、出ますよ。岡本。はい。さあ、誰か代わりにやってごらんなさい。先生、近頃学院の子供たち小粒になりましたね。うん。お前がいた自分は平均年齢16、7歳だったが、今じゃ12、3だからね。そうですか。久しぶりで生まれたうちに帰ってきたような気がしましたよ。岡本、お前本当に休暇で帰ってきたのかい？先生、申し訳ありません。そうだろう。俺にはどうも休暇で帰ってきたようには思えなかったよ。それでも他へ行かずにここへ帰ってきてくれたことは俺は嬉しいんだよ。だがどうして本当のことを言ってくれなかったんだ？先生、本当は店を辞めてしまったんです。これから先どうしようかと先生を訪ねてきて、お母さんの顔を見たら本当のことはどうしても言えなくって。どうして店を辞めたんだ？確か今の店は3度目だったね。ええ。どこに行ってもいくら真面目に働いても、元この学院にいたということが分かると、みんなの私に向ける目が急に冷たくなるんです。今度のお店だってお店の金がなくなったことから私は特別な目で見られるし、どうにも我慢ができなくなって出てきてしまったんです。うん、よく分かった。うん。だが岡本、必ずしも皆が冷たい目だ特別な目で見なくても、お前の気の弱さがそう感じるんじゃないかい？もっと気を強く持たなきゃダメじゃないか。例えば冷たい目や特別な目で見られても世間に負けちゃいけないよ。まあここへ来たついでにここで当分よく考えて、今度こそどんなものにも負けないような強い男に鍛えるんだな。大変悪いんでしょうか？それほど心配するほどの病気とも思わないが、本当はあんたの手元へ引き取って面倒を見てもらえるといいんだが、そんなことが機会であんたにあの子が懐いてくれりゃ好都合なんだがね。はあ、そうなればよろしいんですけど。お前ちょっと行ってそれとなく信一に聞いてみな。あら、のぶちゃん、のぶちゃん、あなた、のぶちゃんがいませんよ。何？何？大丈夫でしょうか。お医者様がこれ以上熱が出なければ大丈夫だと言ってましたけど。ああ、心配することはありませんよ。大丈夫ですよ。
ったん？今日福太郎が学校から早く帰って何かゴソゴソしてると思ったら水をいっぱい汲んできちゃったんですよ。お風呂にもお鍋にも釜にも。そんなに汲んじゃったら他のことが困るだろう。困りますでしょ。福太郎、お前水汲んじゃって他のことが困るだろう。昨日汲み損なってうちは困りましたもん。しょうがないな。俺の番だったら出なくなっちゃう。手伝いました。手伝いました。六花亭さん、水ありますか？どうやら間に合っております。どうです皆さん、水について何か明暗が浮かびましたか？とにかく節制するより方法はないでしょう。今さら井戸を掘っても。井戸を掘ったってそれはダメだよ。今までに10箇所掘ったんだが、大体ここは水に乏しい地層らしいからな。まあ今使用している井戸が比較的マシだという程度だからね。当局に再三懇願しても予算の関係上ダメなんだから、とりあえず節制法を講ずるより方法はないだろう。節水するとしても毎日あれだけの作業をさして風呂を全然よすってわけにはいかんぜ。衛星の上から行っても風呂だけはね、風呂が一番余計水を使うんだからな。だから僕の意見としては、また理想論として一生されるかもしれんが、あの山の池からなんとか水を引けんもんかね。引けないこともないでしょうけれど、問題は費用ですね。ここから2キロ以上もありますからね。その上貯水法だのろ過装置だの、これは大変な費用だからね。では仕方がないから、洗濯は河原で、ついでに風呂水も、その他の洗い水は川から各自組み合えることにした。子供たちもただそれだけでは苦痛だろうから、午後の一時を水泳に当てて、その帰りに担いでくる。これは明暗じゃないかな。嘘、泳がないのか？まさちゃんどうだよ、いいな。父ちゃん向こう向きなよ。ああ、いい気持ちだ。さあ、泳いで泳いで。元気を出して。さあ、帰るよ。僕がどう元気出して。そっち急いで。待って待って。ちょっと待って。さあ、いた、さあ、いた。さあ、いた、いた。さあ、いた。おい、水が持ってなくなっちゃった。持っちゃった。
水源かはともかくとして、毎日河原から水を汲み上げるのは容易な技じゃないよ。これが1日2日のことならいいが、いつまで続くかわからないということは問題だと思うんだ。僕もいろいろ考えてみたが、この際院長の理想論を僕たちの手で実行に移してみたらと思うんだ。それはね、言うことはそれはしかし無理なんじゃないかな。第一実行法はどうするんだね。不可能じゃないか。我々と子供が吊る橋を持ち、シャベルを持って1年かかっても2年かかっても、これはただ単に水の問題ばかりでなく、ここの子供たちに最も欠けている集団的建設的なものに役立つことにもなると思うんだが。そういう意味ならやってみようじゃないですか。それはいいじゃないですか。やりましょう。やりますか。よろしい、やりましょう。私が言い出したことですから、よほどの覚悟をしてかかってくださいよ、皆さん。よろしいですか。さあ、2列並んで、2列並んで。さあ、ちゃんと2列並んで。さあ、早く早く早く。ああ、押しちゃダメ、押しちゃダメ。ほら。まだ休憩時間じゃないぞ。さあ、やったやった。はい、みーちゃん。男の子は汗と泥だらけになって働いているのに、もっと丁寧にやらせなきゃダメよ。
らこらこら。押すんじゃない押すんじゃない。待った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 。まだ早いまだ早い。待った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 。静かに。まだ早い。まだ早い。並んでこらほらほらおいこれで止まってるんだぞほらほらほらそこ引っ込んで引っ込んでどこ行くんだよ。どこって分かってんじゃないか。あんな土方のようなことさせられるならどこ行ったって働けない。待て。バカ野郎。やりやったらこれが来んのか。バカ野郎。人形なんて根性のやつはどこに行ったって使い物ならしないぞ。出るときは俺と一緒だ。さあ出直しだ出直しだ。諸君の努力によって作業もはかどっているもののすでに病床者30数名脱走者8名を出しているのを見てもこの作業がいかに困難であるかがよくわかります。脱走者のうちには家庭に帰って作業の口を大げさに訴えているものもあるらしい。でその府警から非難の声も立っているようだし一体どうしたものでしょう。しかし脱走者の顔ぶれを見ても脱走常習者ばかりのようだしその他の子供たちは今度の作業に努力しているように見えるがどうです他の先生方の目には。それは大変な勢いですよ。張り切ってますよ。今までもいろいろな作業やったが今度のが一番その出来上がりを楽しみにしてんじゃないかな。うちの子供で病気で寝込んでたのが今朝などもっと寝てる時のどうしても行くんだと言って起き出しましたからな。中にはこの仮病の者がいますね。ああうちにも仮病が一人いるがおかゆを食わしたら今日昼頃から起き出して働いていましたよ。どうも作業よりおかゆの方が辛いらしいですな。わかりました。やってください。希望を持って、作業を続けている子供たちのためにも作業を続けてください。早く早く早く行った母さん早く早く。大丈夫かい？お医者様が水を配るぐらいならいいってから大丈夫だよ。そうかい、そんならいいけど気をつけるんだよ。お母さんじゃあ行ってくるよ。
をつけるんだよ。俺も行くよ。あなたは馬が黙ってね。汗の夏から赤切れの冬を経て待望の水路作業もめでたく完成し、今日これから未だかってない多数の隊員生を送り出すことはこの上もない喜びである。思えばあの水路作業は苦難の作業であった。にもかかわらずみんなは汗にまみれ泥にまみれ焼けつくような炎熱のもと身を刺すような霜雨にも風にもよく戦って勝ってくれたのだ。この苦難の作業をお土産として今日これから新しい世の中に出発していくのである。世の中は大きな手を広げてみんなを待っている。我々教員ことに家庭のお母さんはどんなに嬉しいか知れない。君たちの仲間もさぞ嬉しいだろう。
みんなは世の中に甘えてはいけない。苦しいこともあるだろう。悲しいこともあるだろう。どんなに悲しくっても苦しくっても、あの水路作業の時の息を忘れてはいけない。分かったね。分かったね。分かったら、この明日に夕べに聞き慣れた見返りの塔の鐘に強く正しく朗らかに生きることを約束しなさい。そして自分たちの手で鳴らして、それを永久に心の杖としていくようさようならをしなさい。これからは父さんお母さんの教えをよく守り勉強します。嘘をつきません。自己修養君、日に耐え嵐に耐えし、後にこそ松の位も高く見えけれ。私はこれから言葉数少なくいたします。影しなたなく働きます。学院のご恩を忘れぬため毎月お便りいたします。私の修養君、よしあしを人の上には言いながら身を顧みる人なかりけり。私のお母さんは本当のお母さんではありませんが、親孝行いたします。私は一生懸命に働いて立派な洋服の職人になります。自己修養君、選びゆく人には癒しが来るとも、正しき道を踏みなたがえそう。私はいけない子でした。わがままな娘でした。不良少女でした。私にはお母さんがありませんでした。お父さんは私を持て余してこの学院へ預けました。学院へ入ってからの私は家庭のお母さんを随分困らせました。それでもお母さんは本当のお母さんのように私を可愛がってくださいました。私はいいことと悪いことの区別がはっきり分かるようになりました。私は善良な少女になりました。これも学院の先生方のおかげです。家庭のお母さんのおかげです。ご恩は忘れません。決して忘れません。ありがとうございました。これからはお手紙も出しますし、お尋ねもいたします。私の修養婦、今しわれ岐路にど立てる赤き道、暗き道見ゆいずれを行かん。私も悪い子供でした。嘘をつきました。無断で外出をしたり盗みもしました。小便もしました。もうみんなしなくなりました。今日は他のみんなにはお父さんやお母さんが迎えに来ているけど、私には誰も迎えに来てはくれません。私のお父さんは死んでありません。お母さんは貧乏だから忙しくって迎えに来られないんだと思います。私は寂しくありません。一人で帰ります。こんなに立派になって帰ったらお母さんは泣いて喜んでくれると思います。私はこれからは働いてお母さんの手助けをします。そして貯金をしてお金ができたらお母さんと一緒にお土産を持って学院にお礼に参ります。自己修養君、なせばなる、なさねばなの何事も、ならぬは人のなさのなりけり。私にも両親はありません。でも岡本君と手を携えて元気に出発いたします。怠けません。何事も反省します。自己修養君、
器には従いながら岩金も、通すは水の力なりけり。私が2度目の出発です。強く正しく頑張ります。自己修養君。大空にそびえて見える高根にも、登れば登る道はありけり。